皆さんこんにちは。猫とシニアの暮らし、妻のルルです。今日は冷蔵庫の中と16キロ痩せた食事のお話です。前回はダイエットの記録をお話ししたんですが、よろしかったらそちらもご覧いただけたら嬉しいです。このチャンネルでは50代からの暮らしをテーマにお届けしています。チャンネル登録していただけるととても励みになります。50代になって私は16キロ痩せました。今振り返ってみると痩せたというより心と体が整った感覚に近いです。そんな私の食事はすごくシンプルです。では毎日何を食べているのか、今日は冷蔵庫からご紹介しますね。冷蔵庫には卵や納豆などご覧のものが入っています。残り物なんかも入れています。残り物は使うのをね、すぐ忘れてしまう年頃なんでね、記憶が飛ぶんですよね。なのでケースに入れてすぐ目につく場所に入れています。ダイエットを始めてから調味料がかなり減りました。以前は使っていたオリーブオイルや米油、マヨネーズ、ドレッシング、甘いジュースやスイーツも今は買っていません。そして飲み物は常温のお水か白湯かお茶かが基本です。白湯ってただのお湯でしょって思ってた私が今では毎朝白湯を飲むようになりました。自分でも驚いてます。それから鶏ひき肉、豚肉、鮭も常備しています。これは煮干しです。だしにもなっておやつ代わりにもなるんで便利ですよね。そしてベーコン。これは亜硝酸ナトリウムが使われていない無塩石のものを選んでいます。添加物はなるべく取りたくないなと思っていて、素材や表示を見る習慣が身につきました。チーズたくさんあるんですけど、小腹が空いた時に少し取るとタンパク質補給にもなって便利です。脂質があるのであまり食べ過ぎは注意なんですけどね。タンパク質源になるお肉は欠かしませんし、魚が好きな夫のためにお刺身もよく買います。ちりめんじゃこやしらすもサラダやおひたしによく使います。老後の骨粗しょう症予防に気づけば毎日せっせとカルシウムをとってます。そして乾物の干し椎茸、戻した汁もね、とても良いお出汁になります。冷蔵庫の隅っこでは塩麹がもうあとちょっとですね。今編集してて、作らなきゃって思い出しました。記憶がね、すぐどこかへ飛んでいくんですよね。野菜やキノコも毎日欠かせない食材です。この溶けるチーズはパラパラに冷凍できるので、見た目はちょっとあれなんですが、アイラップに入れて保存してます。ちなみに冷蔵庫の花壇はお味噌汁などを鍋ごと入れるためにスペースを空けています。冷蔵庫を見れば今の自分の体と心に必要なものがちゃんと詰まってるなって思います。私の主食は玄米です。食物繊維が豊富で腸にも優しくて、よく噛む習慣が自然と身につきます。ストーブを使って毎日3合炊いて、食べきれない分は冷凍しています。炊き方は1時間ほど水につけて
浸水させてから中火で沸騰させます。それから弱火で15分から20分、蒸らしも20分ほど蒸らしてます。そうするとふっくらもちもちに仕上がります。お水を多めに入れるのがコツです。お味噌汁はかなり具沢山にしていて、人参、レンコン、玉ねぎ、舞茸、エリンギ、アスパラガスなど、とにかく冷蔵庫にいる野菜は全部連れてきます。これから野菜を切って味噌汁にしていくんですが、一旦お野菜とお塩と日本酒を少し振ってストーブで蒸していきます。その後お水を足してお味噌汁にすると、お野菜のうまみがストーブで蓋をして蒸すことによってとっても美味しいお味噌汁になるので、うちの場合は毎日このようにして蒸したお味噌汁を作っています。最近はインスタで教えていただいた根菜をたくさん入れたお味噌汁をよく作っています。本当に教えていただいてありがとうございます。はい、始まりました。いきなりスクワットタイムです。1分で10回はできます。これは今、老後の寝たきり予防に足の筋肉を鍛えています。これね、料理中に時間があると必ずやってます。毎日ちょっとずつならできると思うんですね。だから苦手だった私が言うのもなんですが、ちょっとずつ1回でも2回でも3回でも続けていけば体も少しずつ変わります。こちらもストーブで蒸していきます。今この時間はストーブが可愛いなーってちょっとぼーっとしてました。ごめんなさい。きのこやお野菜からこれだけ水分が出てくるので、ストーブってすごいですよね。ダイエットをして体重が減ると、体に入れるもの、食べるものですね、それもやっぱり自然のものをね入れたくなってきました。そこでうちでは天然のだしを使ったお味噌汁を作るようになりました。今日の食事はしらすと青じその混ぜご飯、味噌汁とぬか漬け、これが私の毎日のベースになっている食事です。はい、ご飯が炊けました。梅干しのしそとか青じそ、しらすを使って混ぜご飯を作っていきます。このね、しそ結構余りがちなので、うちでは刻んでご飯に入れてしまいます。納豆や卵は必ず使います。あと時間がある時にゆで卵を作って常備しておくと、小腹が空いた時なんかに助かります。ダイエットをされる方はゆで卵をたくさん作って冷蔵庫を入れておくといろいろ使い道があると思います。グランブルエッグはね、ベーコンの油だけで卵を炒めるんですね。チーズを加えてふわっと仕上がるので、とっても美味しくいただけます。鶏肉や豚肉はせいろで蒸すとね、余分な油を落としながらすごくしっとり仕上がります。せいろで蒸すお野菜も丸ごとのニンニクやエリンギなんかも美味しいので、ぜひお試しください。ダイエット中によく作っていたのがサラダチキンです。鶏胸肉のね、皮を取りまして、包丁の先で穴を開けて、日本酒と塩やお好きなハーブを振ってふんわりラップ、600ワットの電子レンジで約4分加熱すれば出来上がりです。多めのお酒を使うことでしっとり仕上がります。鶏胸肉ってね、本当にダイエットの味方ですもんね。付け合わせにはストーブで油を使わずに作るきのこの酒蒸しを最近はよく作っています。
もうストーブにねぎゅうぎゅうにキノコを詰めてもストーブがね頑張ってくれてます。サラダにはリンゴ酢をかけていただいてます。私がね大切にしているのは血糖値をゆっくり上げる組み合わせなんですね。そのためには食物繊維やタンパク質を先に食べて、炭水化物であるご飯も減らさずによく噛んでいただきます。それでも体重はリバウンドしていません。地味なご飯かもしれませんが、私にとってはね心が整う食事です。冷蔵庫も体型もすっきりさせて、特別なレシピではなくって何を選ぶか、それが大切だと思います。食べることは自分を整えることだって気づけたのが一番の変化です。だからもし今ダイエットに悩んでいる方がいらっしゃったら、ご飯を食べても大丈夫だよってお伝えしたいです。我慢よりも選び方を変えること。本当に食べていいものを知った時に、私のダイエットは我慢の連続だった日々から自分を大切にする時間へと変わりました。こちらの動画では私が16キロ痩せた過程やいろんな試行錯誤や失敗もすべてお話ししています。よろしければ合わせてご覧くださいね。このチャンネルでは50代からの暮らしをお届けしています。チャンネル登録していただけるととっても励みになります。またお会いできることを楽しみにしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。